これ朝ごはんに出てきたらやばいですね。惚れる。クラムチャウダーを作ります。クラムチャウダー。じゃがいもを使って少しねっとりしたちょっと重みのあるクラムチャウダーを作っていきたいと思いますね。その名の通りある程度あさりがしっかり入らないと美味しくないです。あさりの香りしません。いいですね。ほらとろっとしてますよね。とろーんってすごい美味しいです。やっぱ食べるとねこうあさりの中に内包されている水分がじゅわっと出てくる感じ、これもまた美味しさですよね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはクラムチャウダーを作ります。クラムチャウダー、まあ正確に言うとこういう発音になりますね、おそらくね。でこれはアメリカのですねボストン発祥なんじゃないですかね。である程度あさりがしっかり入らないと美味しくないです。あさりの香りしません。でかつ今日僕が作るクラムチャウダーはじゃがいもを使って少しねっとりしたちょっと重みのあるクラムチャウダーを作っていきたいと思いますね。ちょっとごちそうスープになりますのでぜひやっていただきたいレシピの一つですね。じゃあ材料説明ですね。まずあさり生のむき身はさすがにちょっと難しいですよね。で今日は水煮缶使っていきます。で1缶で 130g ぐらい入ってるんで結構量あるんですよ。これで全体の水分量が 600cc に対してこの量なんで、しっかりとあさり入る感じです。でこの缶の中に入ってる煮汁、これも一緒に使っていくのでそこのとこ気をつけてください。捨てちゃわないように。それから野菜がじゃがいも、玉ねぎ、お水、生クリーム、牛乳、それから顆粒コンソメ使わなくても正直、僕的にはうまみ十分なんですけど今日はしっかり味にした方が多分皆さんリピートメニューになりやすいと思うので今日顆粒コンソメ使います。お塩、バター、薄力粉、胡椒と、飾り用のパセリですね。はい、クルトンを浮かべるっていうのもね昔のスタイルでよくあるんですけど最近スーパーでクルトン見ないですね。なので余ったパンをね、1センチ角ぐらいに切ってトースターで焼けばクルトンみたいになりますからね。じゃあまずじゃがいもの下ごしらえからしていきます。じゃがいもまず皮むきましょうね。このじゃがいもは何だろう。このじゃがいもは男爵です。麺も取りますね。麺はえぐってこんな感じでしょうかね。はい、皮むけたら、1センチ角ぐらいに切っていきますね。はい、切ったら、じゃがいも周りにでんぷん質が当然ついてるのでカットするとそれがたくさん出てきますよね。でそれちょっと余分なのでさっと水洗いします。で表面のぬるぬるが取れたら OK ですね。はい、これ置いときますね。で続いて玉ねぎはみじん切りですね。そしたらお鍋の中にお水、それから牛乳入れの火かけのじゃがいも入れの玉ねぎ入れのでこれで完全にじゃがいもが柔らかくなるまで10分ぐらいですね。沸騰してから10分ぐらい。これ牛乳が入ってるんで沸いてからもわーっと吹き出しちゃう可能性がありますからちょっと火加減注意してくださいね。でこの間にブールマニエというものを作ります。ブールマニエというのはバターと薄力合わせたものなんですが、フレンチですね。とろみをつけたりソース自体に最後粘土つけたりっていう時に使います。で室温に戻したバターに薄力粉入れて混ぜていきますね。完全にね粉っぽさが見えなくなるまでやりたいですよね。こういう感じですね。ルーみたいになるけどね、こういうね。これで完成ですね。ブルマニエね。であとちょっととろみつけたいみたいな時に、バターも入ってるしコクも出るんですよ。ちょっとおすすめですね。例えばシチューを作りました。少し緩いシチューになっちゃいましたみたいな時にブールマニエで少しとろみを足すみたいなことができますね。はい、
沸騰してきたのでこのままコトコト弱火にして、はい、じゃあ蓋をしてこれで10分ですね。もうちょっと火加減弱くていいかな。ちょっと溢れそうなんでほんとコトコト、もうこの状態を維持する感じですよね。はい、10分経ちましたんで蓋開けますと。そしたらもうじゃがいも柔らかいですね。そしたら玉ねぎ入ってるんですけど容赦なくこのマッシャーを使ってですね潰していきます。一度いきますよ。こんな感じですかね。ちょっとこういう潰れたのが固形感まだあるけど残ってる感じ、この状態で十分ですね。そしたらここにですね各材料を加えていきます。まずあさりちゃん、液体ごとざで生クリームちゃんで一回火強くしてちょっと沸くの待ちますね。はい、沸いてきましたのでここでブールマニエ投入ですね。割とねすぐ溶けてくれるんですよこれ。もう多分固形ないんじゃないかな。大丈夫そうですね。そしたら顆粒コンソメ入れます。全体よく溶かしてこの状態でコトコトと5分ですね。ちなみにブルマニエは後でこの中に入れるんだったら事前に薄力粉とバターを混ぜなくてもいいんじゃないかなと思っちゃったりもするんですけど、薄力だけだとまず溶けづらいし粉っぽさ出ちゃいますよね。でバターと一緒になってこうバターが粉を吸収している状態なんで溶けやすいですよ。すぐはしょろうとするから。いやもうどうせ一緒に溶けるのがいいじゃん。はい、でもだから意味があるかどうかっていうことを一回だからレシピ通り作ってその次自分でそのレシピのこの部分をはしょっちゃってやってみようってやってみたらどうだったかっていうことの経験をしてから判断してもらいたいです。そういいこと言った今。深いですね。いいこと言ったよ。もう今年一番心に刻まれる言葉になりましたよ。そうボイスフォローに赤線引いておきます。ボイスフォローに赤線を引く。いいですね、ほらトロッとしてますよね。トローンってこっちかな。カメラさん的にはこっちかな。トローンとね。じゃあ5分経ったのでそろそろ最後の味付けですね。で一回ここで味見てもらって、というのはあさり缶でもおそらく塩分が入ってるものが結構あるんですよね。でそこで一回味見してもらってお塩加減しながら入れてください。今日分量が一応小さじ1/3で出てるんですけど、この量に限らずですね塩分量を加減していただいた方がいいと思いますね。で最後塩します。塩をよく溶かして火を止めます。これはだからブールマニエのとろみとじゃがいもを潰したとろみと両方あるんですよね。はい、そしたらよそっていきますね。やっぱりクラムチャウダーっていうとなんかこういうマグカップなんじゃなかろうかということで、こういうのをね同棲の時に朝ごはんで食べたいですよね。いいっすね。ね、最高です。同棲の時に食べたいこれは。そしたら上から胡椒パラパラで、これお好みですね。パセリ、彩りパセリ、はい、完成でございます。なんかクラムチャウダーってちょっと洒落たカフェの窓際で女性が一人でくるくる回してるみたいなイメージないですか？あります。ありますよね。そうあります。ありますよね。すごい美味しいです。これ朝ごはんに出てきたらやばいですね。惚れる。やっぱじゃがいもも潰してあってブールマニエも入ってるんで、とろっと感といい、その重さといい、もうしっかりしてますよね。であさりの旨味もしっかりあります。やっぱ食べるとね、こうあさりの中になんていうかな、内包されている水分がジュワッと出てくる感じ。これもまた美味しさですよね。これはもうつけパンですね。パンつけてこう食べる感じがいいですよね。ちょっとパスタなんか入れてもいいかもしれないですね。はい。本当じゃがいも潰したりするのはあんまりね多分クラムチャウダーやらないと思うんですけど、
今回ちょっと重めのクラムチャウダーを作りたかったので、じゃがいもそれからブルーマニエ入れてしっかり系のクラムチャウダー出来上がりました。ぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。